ブル中野のブルチャンネル。はい、ありがとうございます。前回3万人ありがとうございましたの記念動画でヌンチャクの撮影をして皆さんに見ていただきました。本当にありがとうございました。すごくコメントも多くてですね、すごく嬉しかったです。今回はそのヌンチャクについて話したいと思います。私の狂気なんですけれども、このヌンチャクに決めたっていう理由がですね、まずクラッシュギャルさんを教えていた山崎照友さんという極真空手の先生がいらっしゃって、その方が、クラッシュギャルズさんに空手とかを教えていて、その方が今度は全日本女子プロレスの、総合的な監督というか合宿の時には必ずいらっしゃる先生になったんですね。でその方の下で私はヌンチャクを教わることになったんですが、その経緯というのがですね、クラッシュギャルズを教えながら私悪役にも狂気をお前らにヌンチャクを教えてやるみたいな感じで狂気を教えてくれたんですね。対戦相手のクラッシュギャルさんを教えてるんですよ。教えてながら私たちにはその狂気を教えてくれたんですね。すごく心の広い先生だったんですけども、まず私とクレインユーさんが呼ばれましてね、あれはサイパンの合宿だったと思います。サイパン合宿ですね。全員参加のサイパン合宿です。クラッシュギャルさんが出るか出ないかの時だったか、もう出てる頃かちょっとそこのとこ分かんないんですけども、全員参加なのになんだか知らないですけど1日目はみんなで一緒の合同練習をやったと思います。次の日から上の方たち、クラッシュギャルさん以外の上の方たちは別の練習をし始めまして、クラッシュギャルさんとあとダンプさん、クレーンさんで、あと下が全員は山崎先生に練習を教わったと思います。その時にクラッシュギャルさんは空手を教わってて、私たちにはそのヌンチャクを教えてくれました。クレーンユーさんと私に、お前らにこれヌンチャクちょっとやってみろっていうことで、かっこつけの振り方、これは小武道だからなとか言ってかっこつけの振り方と、あと実際にこう殴るようなものも全部教えてくれたと思います。じゃあお前らこれ凶器としてうまく振れるようになったら使えみたいな感じでいただいて、その時にですね、先生にカシの木のヌンチャクをもらったんですね。結構長くて重たかったと思います。クレーンさんももちろん練習されてて、でクレーンさんは先輩ですから、もしもクレーンさんがこのヌンチャクを使った場合には私は使えないんですね。とにかくもうそのヌンチャクをもらった時点で絶対に私には合ってる、これを使いたいと思っていました。その当時にダンプさんが使っていた凶器っていうのがアルミ缶だったり、あと竹刀、あとフォークで刺したり、鉄パイプで殴ったり、今度はジェラルミンの大きなカバンっていうかなんつうんだろう、スーツケースみたいな大きいやつで殴ったりとか、結構大きな感じの派手なやつを使っていたので、結構細かくこの技術がいるっていう教区はあまりなかったんですね。今までの中でも歴代でもスパナだったり、あと栓抜きとかを水着の中に隠してちっちゃいやつ、そうするとピュッと出してピッて相手がガンとかやってヒュッと隠せるような、そういうあまり技術がいらないっていうか、栓抜きとかは握ってガンみたいな。そういう感じだったんで、私このヌンチャクは絶対私合ってるなと思って、でもクレーンさんもやってるからクレーンさんがやんなければいいなと思ったんですけど、しばらくしたらなんとラッキーなことにクレーンさんはやめてしまったんですね。ヌンチャクの練習を。それでよし、これは私のものになるっていうことで、そこからすごくヌンチャクを今まで以上に練習したのを覚えてます。で先生にですね、このヌンチャクはお前はいつでも離さずにずっと持っていて、自分の体の一部になるまで、お前の手と同じ感覚になるまでとにかくずっと持ち続けろっていうことで、もう本当にそれを忠実に守って練習する時にはいつでも持ち歩いていたし、試合にはまだすぐには使えなかったんですけども、全ての仕事が終わった後も夜地方巡業とかでもうるさいなと言われながらもずっとヌンチャクの練習とかをしていました。先生が言うにはとにかく一日中ずっと持ってるってことなんで、地方巡業で新人は旅館の大部屋に寝るんですけども、その時の寝る時もずっともうヌンチャクを持っていたんですね。私は何の気なしに先生に言われた通りに持っていたんですけども、他人から見たらですね、ちょっと女の子が棒状なものを持って寝るっていうのはちょっとあんまり良くないというか、何なのみたいな感じでちょっと思われた部分はあったんだと思います。でも違うよ、これは先生がずっといつでも持てって言うから持ってるだけだからって言い訳をしながらずっと持って
寝る時も持っていたのを覚えてます。である程度こう上手くなり始めてから、お披露目じゃないですけど、多分あの時ね大宮スケートセンターがまたあって、その時に多分初めて「ブルー中野」って言われた時にこうなんか先生に言われた通りに練習した通りにやったんですけど、対戦相手は多分クラッシュギャルさんだったと思います。ダムさんと組んでクラッシュギャルさんのテープがもう飛び始めちゃってたのかな。でそれかクラッシュギャルさんがもう先にコールされちゃってるから紙テープがバーってなってる中でブルー中野ってやられてやったんだけど、紙テープがくる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 もう丸まっちゃって、もう最後なんかヒヨーンってなって終わってできないみたいな。でヒュッともう帰ったっていうのをすごい覚えてます。なんかかっこつかないまま下手くそとかっていつも言われてて、それが多分初めてだったと思います。なんかすごい嫌な思い出で、もっとどうすればいいのかなとか、もう大体クラッシュギャルさんと当たるから必ず紙テープは飛んじゃうんで、これからどういうふうにしていけばいいんだろうなっていうのもいろいろ考えたりとかしてたのをよく覚えてます。それでも使い続けていて、ある時ね一回なんか私がその競技ヌンチャクを試合中に使っていた時に相手に取り返されてしまって、それでガンガンとやられたそのヌンチャクをですねバーンと客席の方に相手の人が投げちゃったんですよね。そしたらそれがファンの人っていうかお客さんが拾っちゃって、でもう誰だか分かんなくなっちゃって、それ結局盗まれちゃったっていうかなくなっちゃったんです。せっかく先生にもらったやつだから大切にしてたし、もう1本しかなかったんでどうしようと思って、結局はもうなくなっちゃったから、東京に帰った時に後楽園の近くになんかこう武道のものを売ってる場所がありまして、そこでまた新しい樫の木は売ってなかったんで、なんかすごい安い感じのヌンチャクを買って、そこから新しいヌンチャクで練習したりとかしてたんですけども、実はその私のヌンチャクを拾った人がですね連絡をしてきたんですよ。でその頃っていうのは携帯電話も持ってないしメールのやり取りもないですから、あの時多分もしかしたらなんですけど、地方のホテルに泊まってる時にホテルの部屋にかかってきたのかな。家電しかなかった時代だったんで、多分ホテルに泊まってるのはファンの人たちは分かってるんですよ。で多分ホテルのフロントの人にブルー中野さんの部屋につないでくれって言ったんだと思います。それで私はとにかくその拾った人と電話で話したんですよね。でその時にヌンチャク持ってるぞみたいな。でそれがたまたまクラッシュガイツのファンだったんですよ。だからもう嫌な感じですごく。それで返してほしいんならなんか白だったんですよ。なんかサイン白なのか写真撮れか、それかなんか分かんないけど、とにかくこう要求されて嫌だったんで、もういらないみたいな感じで多分言って断ったと思います。その後もなんかね、全日本女子の事務所にファンレターとして手紙で来て返してほしいんだろうみたいな感じのが来たんだと思うんですけども、それも多分もういいやってことになって多分返してもらわなかったです。でその新しいヌンチャクで練習するようになって、もうこれは本当にもうやっとトレードマークって言えるようになったっていうのはもう本当にもうだいぶ経ってからですね。試合中でも自分の思うように本当に手のように使えるようになったのはだいぶ後のことです。その後もアメリカにも遠征行った時にも持ってきました。ただなんかアメリカの時には銃刀法違反になっちゃうということで手荷物ではもちろん持っていけなかったんですね。でなんかトランクの中に入れていつも移動の時も持ってたと思います。でだけど何だったんだろう、アメリカのテレビの時に一応ヌンチャクのパフォーマンスはやってるんでよく使わなかったなと思うんですけども一応多分見せるっていうか、エンターテインメントとして見せるっていうことで使っていたんだと思います。試合中は多分こう殴ったりとかっていうことでは使ってなかったと思うんですけどね、そういう感じで、ずっとその山崎先生に教えてもらってからヌンチャクなくなっちゃったりとかいろいろありましたけども、最終的にはもう私のトレードマークっていうふうに言えるぐらいまでになって、で今思うとですね、私のこのヌンチャクっていうのが、こういうこれは本当に売ってるやつなんですけど、安いやつで2500円ぐらいでしたね。これが後楽園の近くの小太屋さんで売ってます。これが普通のヌンチャクで、私はこれをですね自分のちょっとこう長いんで長さもこのぐらいに短くして、でこの周りにこの黒いビニールテープをね巻いて、でこう秋役だから多分黒くしたんですよ。この輪の感じが木だとね輪の感じがしちゃうんで、この巻いて、これ本物ですね。当時使ったやつでもうボロボロになっちゃってるけども、これですね。今やるとすごく重たいです。でこれがロープとね同化しちゃうんですよ。前場のロープが黒だったんでね。でなんかこう振っててもこうちょっと見づらかったかなって今思えばですけども、当時はちょっと黒のがかっこいいなと思って黒にしちゃったんで、もうちょっと黄色とか金とか青とかにすればもっと目立ったですよね。ロープ関係なしにねと思います。で今もうこれもう触れないんで手首痛いから重たいんですね結構ね。で今もこういう軽い
プラスチックじゃないゴムか、ゴムだな、ゴムのやつで今度青いテープ巻いて、これはもう本当にやりやすいです。これなんでこれ今別に振ることないからいいんですけど、たまになんか振ってくださいっていう仕事とかもあったりとかするんで、とりあえず今はこれを使ってますね。使ってるというか、こういうので、やってるということで、一番なんか私としてはブル中野らしい競技だったなっていうふうに思ってるんですけども、それなんでかっていうと、結構オーソドックスな市内とかアルミ缶とかの方が大きくて、あと音も出て本当派手なんですよね。だからヌンチャクっていうのは振り回せば大きくこう見えるんだけども、音がやっぱり会場中には響かない。やっぱしアルミ缶とか市内の方がお客さんを見ててリアルがあるし、おーっていう湧きはね全然違うんですけども、なんとなくでもこれは誰にでもできないっていう部分で一番私らしい競技だったかなっていうふうに思ってますね。この競技私誰にもあげたことなかったんです。試合中に1回だけね、皆さんも覚えてると思います。ハーレー斉藤さんっていう選手がいたんですけども、その方と多分横浜アリーナかなんかの大きな大会で試合をした時に、私と全く同じ振り方のコンビネーションの振り方を真似して、私のヌンチャクを取り上げてやったんですよね。で、私も今までずっと練習してたんで、彼女がどのぐらい練習して私と同じパフォーマンスをやったかっていうの心意気っていうか、その横浜アリーナの大きな会場で戦うには何かしらの残そうと思ってやってくれたなと思うんですけども、すごいその時間をかけて練習してくれたっていうのが分かったんで、試合終わった後にハレさんにね粘着を渡して使ってみたらみたいな、おすすめですよみたいな感じで渡したんですけども、結局その後ちょっと使ったかどうかは分かんないんですけどね、そんなこともあったりとかして、結構ヌンチャクはすごく私は思い入れの深い、唯一多分使いこなして最後まで使ってた競技が、ヌンチャクだったと思います。今思ってもブル中野らしい競技だったと思います。ちょっと今日じゃあ振ってみますね。今なかなかあまり振る機会はないんですけども、初めはですね、山崎先生にこの8の字でこっからこれをまず練習しろっていうことから始まって、今度は自分でアレンジしながら、相手をロープに振って一発こいで殴る。それで起きてくる間にこうかっこつけをして、でもう一回殴るっていうかっこつけでいろんなことを考えながらやった覚えがあります。懐かしいですね。これも本当にでもね、プロレス以外でなかなか役に立つことはないんですけど、今はもう全然何かの時ないですねでもとてもいい思い出、ブル中野らしい競技、それがヌンチャクです。